ヤッホーみんな走ってる。走ることしかしてない時丸です。皆さんおはようございます。今日は佐渡島に来ています。ちょっとね、マラソンを走るために来ていて、昨日から滞在していて、今朝起きて撮影しています。で、今日この後本番なんですけど、ちょっと時間あるので、持ち物紹介、いつもの感じでしていきたいと思います。で、ちょっと報告なんですけど、YouTube のメンバーシップを再開しました。で、一回削除したんですけど、これYouTube のアルゴリズム的に結構影響があるなってことが分かってきて、で、それで戻した経緯です。で、ただ内容は完全に見直していて、自分が今やってる本格的なものはもう時丸コアだけで、お送りしたいと思ってます。で、内容は、その YouTube の方は、スタンプですね。ここのオリジナルスタンプが使えるっていうのとバッジがつくってことです。で、バッジがつくことによって、コメントとかがわかりやすくなるので、ライブ配信とか、コメントでちょっと優先的な、Q&A の時のピックアップなんかしていきたいなと思ってます。はい。で、ちょっと LINE スタンプみたいな感覚ですね、自分の中ではね。ちょっと応援型サブスクみたいな感じで。で、名前もですね、皆さんとのコメントで出てきた、ときまリストっていうね、ものをね、今回使わせてもらってますので、ぜひチェックしてみてください。スタンプもね、もうこれ自分で作りました。で、結構ね、面白い感じになってて、で、これメンバーが増えるとスタンプを増やせるので、ちょっとね、ちょっとときまるっぽいね、スタンプをね、今後ね、増やしていきたいと思っています。はい。ぜひチェックしてみてください。はい。それでは持ち物紹介参りましょう。まず先に条件整理をしておくと、2泊3日、新潟の旅、そしてマラソンのレースあり、で、時期は4月、そして5月にかけてっていう風な感じです。はい。で、パックウェイトが、出発前に測ったところ 2.89 キロです。はい。食料込みの重さですね。で、3キロ切ってます。で、今回のポイントとしては、PC とか、あとカメラを持ってきてません。で、僕、大体2年に1回レース出てるんですけど、いろんな地方のですね、レース出てるんですけど、マラソンの時は基本的にもう iPhone だけでの撮影をしています。で、今回久々なんですけどね、カメラとか持ってきてないので、そういう機材系がないので、重量を3キロ以下に抑えられています。で、ちょっとね、食料がちょっと割と重いので、それ外したら2.5とか2.3キロぐらいになるかもしれないですね。はい。で、全貌はこんな感じです。で、一個一個見ていきます。まずね、おなじみというかいつもの、ハイパーライトのデイブレイクの17リットルです。もうね、これしか使ってないですね、もうね。で、やっぱり耐久性あってね、全然壊れないしね、なんかもうずっと使えそうな感じで。結構こういう風なダメージっぽい、エイジングっぽい感じの、キューベンファイバーっていう素材でね、よくこういう症状がね、出やすい素材なんですけど、なんかそれも味が出て僕はいいかなと思ってるんですけど、なんか気になる人はちょっと気になるかもしれないですね、こういうのは。で、これにこんな感じのものを詰めてきていると。で、まず、衣類がここにある、これショーツですね。はい、ランニングショーツです。いつも紹介しているテスラショーツ。これを履いて走ります。で、ちょっとこの後、軽くヨガでもやろうかなと思っているので、そういう時にも使えると。で、あと衣類は、ここにある、これですね。で、T シャツ替え用のやつ1枚と、あとソックスと下着類かな。を入れてる感じです。下着と、ソックスと、ドライウール T シャツですね。この間、ワードローブ紹介で紹介したヒアネスの T シャツを1枚入れてます。で、T シャツ1枚、2泊3日なのに1枚しかないっていうのは、今回ね、このレース用の T シャツがあるんですよ。このマラソンのね、時マラソンって言うんだけどね、時丸が時マラソンを走るっていう、もうね、嘘のような本当の話なんですよ。ホラーな感じですよね、これね。で、一応このゼッケンとマラソン用の T シャツ。はい。結構ね、なんか素材いい感じなんですよね。なんか後ろにちょっと柄っていうか、結構デザインがなんかドンとあるんですけど、時マラソンみたいなね。でもね、素材はやっぱりランニング用のものになっていて、100% 化繊で、ランニングするにはもう最高の多分素材と T シャツっていう感じですね。やっぱ参加賞っていうものは大体こういう
ランニング系のものは河川のものがついてくることがほとんどですね。なので今日はこれにゼッケンつけて走ろうかなと思ってます。で、温泉入って、こっちに着替えるって感じかな。はい。なんで、衣類は、この感じですね。で、それから、あとは、モバイルバッテリーでしょ、いつもの。で、ケーブル。モバイルバッテリー兼電源アダプターって感じか。うん。で、あとは、これか。これは、この中には、何度もこれ紹介してるんでね、あれなんですけど、サプリとかカードとかそういうものが入ってます。はい、今中身出してみたんですけど、サプリとマスクと、この耳栓ですね。で、あとエマージェンシーキットみたいな感じです。で、スプーンとか持ってきてますね。で、これでちょっとオートミールとか食べようかなと思ってます、この後。はい。で、それから、あとは、これですね。これは、キャップです。ランニングの時に使うキャップです。結構幅がちっちゃくてね。うん。これあるとなしではやっぱりその日差しの感じとか違うんで、普段はそんなに、被らないことが多いですけど、ちょっと長い距離走るような時は、帽子被りますね。で、あとは、ハイジーンアイテム、衛生用品の袋です。はい。で、この中には何が入ってるかというと、ちょっと出しますね。はい。ちょっとごちゃっとね、したんですけど、こんな感じで。歯ブラシセットと、で、日焼け止めとフロスと、ガイラインと、ニベアクリームと、なんかウェットシートみたいなものと、トイレットペーパー、ティッシュペーパー。で、これも前回衛生用品アイテム紹介したと思うんですけど、基本的にこれは山に行くときに使ってるやつで、なのでこの辺は、このトイレットペーパーとかこの山際ですね。うん。なんか汗拭きペーパーみたいなものはこう山際で、で、それに日常的に使ってるものを突っ込んで持ってきたっていう風な感じです。なのでこれはね、この辺は旅では使わないことが多いんですけど、でもなんか何かと役に立ったりして、例えば、ビジネスホテルとかで、ビジネスホテルでこれ使うことないか。海外とかだとね、このガイラインとかで割とその洗濯物を干したりとかね、意外とちょっとした時に便利だったりするんですよね。で、あとはその靴紐が例えば急に切れた時とか、そういう時にこの靴紐として使ったりとか、なんかちょっとそういうエマージェンシー的なところもありながら、持ち歩いて、そのまま山で使っているものを旅に持ってきているっていう風な感じです。はい。で、あとは食料ですね。食料は、やっぱりこう、島とか、何か自分がこう、なかなか、いつも食べているものが手に入らなさそうな時は、大体もう最近持ち歩くようにしてて。で、ホテルの朝食とかもほとんどつけないので、もうなんかね、持ってくるんですよ。いつも食べてるものを。このナッツとチョコレートセットでしょ。これは移動中に食べることが多いんで、バックパックのね、外側のポケットに突っ込んでることが多いですね。で、あとはオートミール、2日分です、これ。で、豆乳ね。豆乳も2日分持ってきてます。で、今日この後作るんですけど。で、あとは、このウィダインゼリー。これね、普段そんなこういうの飲まないんですけど、年末に、ほら、私インフルエンザで倒れた時に買って使わなかったのがあって、それをずっと置いてたんですけどね。なんかちょうど今日、ランの前にエネルギー補給するのにちょうどいいなと思って持ってきてます。こんな感じです。はい、改めてですね、全貌、今回の旅の持ち物となります。はい、そんな感じです。着ているものに関しては、これですね、ヒアネスのスウェットと、紹介した、パッカブルな NU ジャケット、ヒアネスの NU ジャケット。で、下はいつものファイブポケットパンツ、ヤマトミチのファイブポケットパンツと、ビボベアフットのシューズです。はい。なので今回レースはもうビボベアフットで走ろうかなと思ってます。で、2年前かなもう走ったので、ベアフットでちょっと2回目のレースの参戦になります。
はい。なんかこの時期だから結構これだけね、軽量化できてるかなって。まあ夏はもう少し軽量化できるんですけど、やっぱ冬よりもね、やっぱりこう、分厚いものとかが不要なので、なんかちょうどこう旅するには、で、快適な分量で移動できる、ちょうどいい季節だなと思いますね。はい。ということで、持ち物紹介でした。はい。まあこういうなんか、ちょっと部屋、じゃあちょっと部屋紹介だけ軽くしとこうか。まあなんてことないジャパニーズルームですね。はい。こんな感じです。で、なんか、外はね、海が見えるかなと思ったんですけどね、なんかね、全然、普通の大したことない眺望なんですよね。なんか、結構重機とかトラックが止まってるような、そんな感じです。はい、それでは、これから頑張って走ってきます。皆さんも良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。